かわいい、気をつけてね、ください、結構です、こんにちは。皆さんこんにちは。ケーズジャパニーズのお時間です。本日の企画、日本語学習者が最初に覚えるべき50音から始まる日本語のフレーズ家業編。イエーイ。はい、ということで本日も50音から始まる日本語フレーズのシリーズです。やっていきたいと思います。本日は家業編ということで、かきくけこ、かきくけこです。はい、かきくけこから始まる日本語のフレーズ、実際よく使われる最初に覚えてほしい日本語のフレーズを紹介していきたいと思いますので、ぜひ日本語を今勉強している方は参考にして、発音僕が2回繰り返すので、それを一緒に繰り返してもらって、練習なり覚えるなりしていってもらえたら嬉しいです。まずは一つでも多く覚え、ちゃんと使うことを意識して、この動画見ていただければなと思います。それではやっていきましょう。かわいい、かわいい。気をつけてね、気をつけてね。ください、ください。結構です、結構です。こんにちは、こんにちは。はい、ということでかきくけこから始まる実際によく使う日本語のフレーズ紹介していきました。本当に今日本語の勉強している最中だよという人にはもう全然本当初級の日本語フレーズになってます。かから少し解説していきたいと思います。まずかわいいですね。もうこれはもう結構もう聞いたことあるんじゃないですかね。ありがとうぐらい有名かもしれません。キュートってことですね。It's so cute っていう、かわいいっていうね。やっぱ女の子の方が使うのかな。女の子はよく使うと思います。なんかちっちゃい猫とかね、子猫ちゃんとかね、犬とかね、見た時とかにはかわいいって言うし、なんだろう、日本たくさんキャラクターを生み出してきてるいろんな作家さんたちや、漫画家さんたちっていうのがいろいろキャラクターを生み出してきてますけど、そういうキャラクターに対しても可愛いよねとかっていう話しますし、このネイル可愛いよねとかね、女の子は多分よくすると思うんですけど、髪型可愛いですねとかね、初対面の人にでも使えるようなワードです。これは、男の子が最初にいきなりね可愛いねとかっていうと、日本文化的にはなかなかどうなんだろう、まっすぐには受け取られないこともあるんですけど、男子もしっかり、使っていっていいと思います。あんまりね女の子に可愛い可愛い言い過ぎると、ちょっとこうなんだろう、その女の子狙ってるんじゃないかみたいな目線で見られたりするとは思うんですけど、思ったことは素直にキュートだなと思ったら可愛いって言っていいと思います。はい、続いて気をつけてねです。これは行ってきますってあ行の方でね動画で行ってきますを紹介したんですけど、それに対にしてもいいぐらい気をつけてねって、こうどっか行く人に対して気をつけてねっていう Be careful ってことですよ。こういうワードをよく使うと思うんで、気をつけてねは、覚えておいて損はないと思います。行ってきますの対になるのはもしかしたら行ってらっしゃいかもしれないんですけど、はい、
気をつけてね、もうぜひ使ってください。はい、続いてくださいということで、これはもういろんな場面で使えます。お店で注文する時とかでも、なんとか一つください、お水くださいとか、英語で言うと please っていうね、同じような感じで使えるんで、one more please とかね言うと思うんですけど、もう一つくださいって、ください、何々くださいっていう、ちょっと丁寧な、表現ですけども、これもお店の注文とかいろんな場面で使えると思うんで、最近日本語勉強し始めたよっていう方はぜひ覚えてください。よく使います。はい、続いて結構です。これがね、日本っぽいですよね。なんだろう、僕はちょっと曖昧な表現なんで結構ですってあんまり使わないようにしてると言いますか。例えばコンビニエンスストアとかでレジ袋いりますかに対して結構ですっていう、やんわりお断りする時とかに結構ですって使ったりするんですけど、遠慮する時とかにね、似たようなもんで大丈夫ですっていう言葉もあるんですけど、ちょっとやんわりとした断り方なので、これ日本っぽいですよね。ちょっとはっきり言わないというか、少しちょっと優しさがあるというかね、言い方に、日本っぽいんですけど、結構です。使われる人は結構いますね。結構いますねって言ったけど、この結構と結構ですはちょっと意味合い違うんですけど、お断りとかねするときにちょっと日本語知ってる人だなとは思われるかもしれないですね。結構です。ちょっとやんわり断りたい時とかに、お使いください。ラストこです。これはもう皆さん日本語に興味がある方だったらもう知ってると思います。こんにちはです。こんばんはでもいいんですけど、こんにちは今回紹介させていただきました。もうお昼時とかね、こんにちはって挨拶をね、知らない人でも、知ってる人でもこんにちはってやるんで、ぜひこれはもう日常生活でいきなり明日からでも今からでも人に会ったら使える、フレーズになってますんで、ぜひもう日本語今勉強してるよって方なら使ってるかもしれないんですけど、ぜひ明日からお使いください。ということで、本日日本語最近勉強してるよって方に、最初に覚えてほしい50音から始まる日本語のフレーズ、家業編ということでやってまいりました。5つね、またね最初から繰り返しぜひ発音練習など私の発音している声などね聞いたりして、勉強してほしいなと思います。それではこのシリーズいいなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。